2019年5月1日、令和という新しい時代を迎えた日本。徳仁親王が126代目天皇として即位されました。126代目ということからも、日本の歴史がとても長いことがわかりますね。そもそも天皇の歴史が始まったのは、2600年ほど前の初代天皇、神武天皇の時代です。諸説あるものの、このような歴史は、古事記や日本書紀をはじめとする様々な歴史書や文献から読み解かれてきました。その中でも、特に謎に包まれた歴史書が存在します。古事記や日本書紀よりもはるかに遡る、日本の超古代文明について言及された古史古典と呼ばれる歴史書です。日本の超古代って一体どんな感じだったのでしょうか。それでは早速見ていきましょう。古史古典とは、古事記や日本書紀などのいわゆる正史とは著しく異なる歴史について記されている文献の総称です。日本の超古代文明について言及されており、紙代文字で綴られているという特徴があります。紙代文字とは、漢字の伝来以前に日本にあったと言われている文字です。一般的にはあまり知られていませんが、古史古典は数多く存在します。しかし、古史古典は今のところ、いずれも学会の主流からは偽書であるとみなされているのです。偽の書、つまり後世に創作されたものということですね。その理由としては、成立したとされる年代より後の用語や表記法が使用されていたり、写本自体が私有され非公開であったりすることなどが挙げられます。そのため、古代史研究における歴史学的な価値は非常に低く、古代からの伝来である可能性もまずないと考えられているのです。しかし、中には一概に否定することができないものもあり、偽書ではなく真書であると主張する人々もいます。今回は、そんな謎に包まれた古史古典のいくつかを紹介したいと思います。書かれている内容は真実なのか創作なのか、そんなことを考えながら楽しんでいただけると幸いです。上津文、またの名を大友文献。1837年、天保8年に現在の大分県である豊後の国で発見され、明治以降に流布しました。紙代から神武天皇までの歴史が豊国文字という紙代文字で記されています。豊国文字は大分県国東半島にある石碑にも残っています。上津文の序文には、1223年、承応2年に源頼朝の烙印とも伝えられている豊後の国守護の大友義直らによって編纂されたとあります。また、天文学、力学、医学、農業、漁業、冶金などの産業技術、民話、民族など博物史的な記述もあり、中国に農業や文字を伝えたのは日本であることや、日本では精密な独自の太陽暦があったことなどが記されています。日本にはかつて山地などで定住せず移動しながら暮らしていた山家と呼ばれる古代先住民族がいたとされています。山家の存在や語源については様々な説があるのですが、豊国文字は彼らが使っていたとされる山家文字との類似が指摘されており、上津文は明治初期の九州の山家が作ったのではないかとも言われています。竹内文書もしくは竹内文献は紙代文字で記されている正統竹内文書、それを竹内の宿根の孫のへぐりのまとりが翻訳した写本群、文字の刻まれた石や鉄剣などの総称を指します。1892年にへぐりのまとりの子孫であるとする竹内家に養子に入った竹内清麿らによって竹内家の墓から掘り出されました。天津峡の聖典とされており、
1911年に清丸が宗教団体天津教を起こすと、竹内文書の整理と研究を始め、大正末から昭和初期にかけて公開されていったのです。竹内文書には超古代日本のことが記されているといいます。しかし、その高等無形な内容から偽書であるとされています。世界には、黄人、赤人、青人、黒人、白人の五色人が存在していたということ。モーゼ、マホメット、釈迦、孔子などが来日して教えを学んだこと。太平洋にある、ミヨイ、タミアラという謎の大陸の滅亡。伝説の金属、ヒヒイロガネ。地球に天下った超古代の天皇が、雨の浮舟と呼ばれる航空機で世界を回り、人々に高度文明を授け、世界を統治していたということ。世界各地の情報を瞬時に映像で捉えることのできる、世界小覧の神経という装置などを使っていたということなど、世界的壮大なスケールの内容となっています。超古代の記録にもかかわらず、ボストンやサンフランシスコなど、近代都市の名前が登場する部分があるということも、竹内文書が偽書であるという理由の一つになっています。確かに、超古代の記録に近代都市の名前が出てくるというのは不自然ですよね。しかし、一概に偽書であるとは言い切れない部分もあります。日本のピラミッドと呼ばれている広島県の足竹山。日本に現存する大パーツにも数えられていますが、研究者酒井勝時は竹内文書をヒントにこのピラミッドを発見したといいます。また、竹内清丸によると、竹内文書にはイエス・キリストの遺言があり、キリストはゴルゴダの丘で処刑されず、日本に渡来して死んだといいます。実際に青森県新郷村にはキリストの墓が存在するのです。にわかには信じがたい内容となっている竹内文書ですが、当時から現在まで SF 愛好者や超古代史研究者に支持されているのも事実です。久上文書は、天孫降臨の際に愚舞してきたアルアメの小屋根の命の時代に書かれたものとされている文書です。春日文字と呼ばれる神代文字で記されており、奈良時代には藤原不人が漢字に翻訳したと言われています。藤原氏の系類である和歌山県熊野本宮大社の久喜家が昭和16年に元大本教官部の三浦一郎を通して久上文書の研究として一部を公開しました。内容は増加準備時代、増加時代、首里古政時代、万国統治時代、会津時代、神武時代に分けられ、各時代の神々や天皇のことについて記されています。久上文書の大きな特徴となるのが、スサノオの系譜である出雲王朝の主張です。出雲といえば、現在の島根県付近にあたりますが、実は出雲からは大量の銅剣や銅鐸、弥生時代のものと思われる墳丘27基などが発見されていて、かつてそこには出雲王朝が存在していたのではないかという説があるのです。現在の出雲大社のご祭神は大国主の神ですが、その昔、スサノオが王に君臨していた時代があったと言われています。スサノオは高間ヶ原を追放されて出雲にたどり着き、そこで櫛灘姫と結婚して王朝を開いたとされています。スサノオという名前の由来には、現在の山口県にあるスサを拠点に出雲の国の王、つまりスサの王となったためという説もあります。一方スサノオは朝鮮半島の王家である仏の息子であり、朝鮮半島での戦争に敗れて出雲に流れ着いた渡来人であるとする説もあるようです。他にも天照大神は2人存在しており、それぞれスサノオの姉と娘であった。現在の天皇家は後者の天照大神からの系譜であるという記述や、日本の神々は
遠く海外まで広がっており、ノア、モーゼ、釈迦も日本の神々の子孫である、などの記述も見られます。正直、ちょっと信じがたいですね。いかがでしたか？これらの文献は、本当に近代に創作された記書なのでしょうか？文献の真意については、見逃せない記述があるのも事実です。上津文にはいくつかの元となった古文書の名前がしっかりと記されていますが、それらの文献はすべて消失してしまったと言われています。久上文書には、聖徳太子が超古代日本史をなかったことにし、新たな日本史を作り上げたと書かれています。もしそれが本当だとすれば、聖徳太子によって改ざんされた史実が文武天皇の時代に完成した古事記や日本書紀の元となったとも考えられるのかもしれません。また、上津文竹内文書には、日本にかつて存在したと言われている古代王朝宇賀谷吹会津王朝に関する記述も見られます。これらの文献では、宇賀谷吹会津王朝は70代以上続いたと記されていますが、古事記や日本書紀では1代で終わったことになっているのです。古古伝に記されている神代文字についても創作とする説もありますが、伊勢神宮などに奉納されている文書に書かれた文字は明らかに漢字や仮名ではありません。果たして歴史は改ざんされたのでしょうか？古代の日本の真実が解き明かされる日は来るのでしょうか？